疲れ様です。お疲れ様です。なんか久しぶりですね。いや、明けましておめでとうですか？そうですね。え、マジ？なんか変な感じするわ。今年もよろしくお願いします。お願いします。はい。早速なんですけど、ちょっと2026年買ったものを早くない？2026の買ったものを今やるの？はい。世の中の人はみんな初売り行くじゃないですか。初売りとか行くんですか？いやー、俺もう本当実店舗に行って買い物みたいな、もう久しくしてないですね。なんか試着とかしたらなんかあいつ試すんだみたいな、見て買わないんだみたいな、何あいつローランドのくせに試着してんのみたいな、そういう視線嫌だし、気にしすぎでしょ。あとはもう俺楽天のヘビーユーザーじゃないですか、マジでずっと言ってるけど、だから楽天市場でいつも買い物してますね。なんか前の動画で、楽天でいろいろサッカーのユニフォーム買っちゃってるみたいな話してましたもんね。ああそうね、爆買いしてね、はい、なんであれやってしまうんだねって。なんで使い始めたのか聞いたことないなと思う。まあ理由としては普通にシンプル楽天カードを作ったからっていう、まあその時なんかポイント動向とかあんま知らなかったんで、とにかく楽天でカード作ったから、その楽天市場で普通に買い物するっていう、まあそういう流れに乗ったっていう。還元率とかはそっちの方がいいんでしたっけ？楽天カード、楽天市場がやっぱ最強の組み合わせだし、マジで俺のねダイヤモンド会員歴めっちゃすごい。10年と9ヶ月、めっちゃ長くない？何か1個のこと10年続けたことあります？仕事ぐらいとか仕事ぐらいでしょになっちゃうんですよ、ね。俺仕事もそうだけど、楽天のダイヤモンド会員10年続けてるからこれはねやっぱある種の自信につながってるよね。初めて見ました。こんな人いないんじゃない？俺多分国内最長じゃない？三木谷さんか俺かぐらいだと思う多分このダイヤモンド会員歴。さすがにいるんじゃないですか。だってどっかで落とすじゃん、絶対。落とす？その会員の資格を落として剥奪されることとかさ。ずっとってことですか？ずっとキープしてるってことですよ。ああ。1ヶ月1秒もそれはすごい欠かすこと、俺か三木谷さんかぐらいだと思うんだよな。カードは持ってるんですか？カードはもちろんいつもの俺の財布ね。もうまだこれでやってるんですか？行き着くところはもう多少の現金とこの楽天カードと、国際ブランドをマスターにすればもうマジでほぼどこでも使える。で最悪本当使えない時とか現金使えない時ってあるんですか？いやもうほぼないね。日本だったら特にもうほぼないですね。見ます？俺の購入ちょっと履歴見せてください。見ますか？これはなんかサウナで整うように欲しいなと思った椅子。これはコンセント、これあと加湿器のフィルターとか、はい、ガチじゃないですか。ガチガチ。しかもさ、この本当に見せたいのが、こんな表記見たことある？336 336ページ。336ページ、すごないですか？10年と9ヶ月の重みね。ガチユーザーで。ガチユーザー。これマジでこれが三木谷さんにも勝ってると思う。じゃあその中で何か買えたもの紹介みたいな。そうっすね。最近あれだ、皿買ったわ。お皿？ウーバーそのまま食べるの嫌いじゃないですか。なんか和食盛るのにめっちゃくちゃこうフィットする。これなんて読むんですか？何さみ？はさみ焼き？有名なやつってことですか？まあそんな皿詳しくないんで、もう完全にパケ買い。実際見ます？なんか買ったやつ。はい。結構ね、ちゃんとね見るとあ、これがそうなんですよ。かっこよくないですか？一式揃えちゃった。すごいですね。デザインがなんか値段以上のこう見栄えしてないですか？これがハサミ焼きっていうやつなんですね。そうで、ふとハサミ焼き欲しいなって思った時にどこで買っていいか分かんなくないですか？ハサミ焼き屋とか見たことあります？近くのハサミ焼き屋ちょっと今度行こうかなとかなんないじゃないですか、はい、こういうものをこう探せるっていうか出会えるっていうのがいいですよね。皿スペース和風スペースかっこいいとか出てきた気がするから、そういう出会いがあるのをまあ良さ。皿スペース和風かっこいいで出てきたっていう、これが薄っぺら。あとはなんだ、ショットグラス買ったんですよ実は。なんすかこれ？これはこれ大丈夫ですか？ちゃんとした理由がある。これまず冷蔵庫でこの何にも物ない中でこれ入ってます。楽天で購入したショットグラスなんですけど、これは実際ショットグラスなんですか？物的には。これはショットグラスです、はい、これ使い方があって、ちょっとまあ一回ね、まずその日に飲むサプリを前日にこの中に入れるんですよ。これがサプリ入れで、これをわざわざここに移し替えるんですよね。ピンセットででこの作業をすることによって俺は美意識を上げているぜっていうで、これをまあ
これが僕の美容のルーティンっていう。普通の人はパッケージからその口に運ぶなんか直行便みたいな、俺2回乗り継ぎしてるんですよ。めんどくさくはないんですかこれ？いや、そこをめんどくさがってるやつは多分俺に一生勝てねえと思う。これパッケージからこれ直行、こっちに直行でいいじゃないですか。こっちでなんでこの卵みたいなやつに入れるんですか？一回ここになんかアンチしとくっていう、このそうするとすごい厳かなサプリに見えてくるじゃないですか。前紹介した時になんかお皿入れてたじゃないですか、これは何ですか？不健康そうに見えるかもしれないですけど、これなんかやばそうな人みたいに見えるかもしれないですけど、まあ、美容のサプリ、ビタミンとか、あれから進化したってこと。あワルーム、はい、これなんか暖炉を、はい、フェイク暖炉、これちょっと待ってください。これリアル暖炉ですよね。リアル暖炉なんだけど、これ上にモニターあるじゃないですか。でここ、はい、耐熱板みたいな、はい、入れてるんですけど、熱くなりすぎてこれ動かなくなることに気づきまして、使えねえなってことでだモニター使うときはこれ使えないし、これ使うのモニター使えないっていう。でもフェイクだと火見ながら、まあ、モニターも見られるっていう。結構いい景色ですよ、こうやって見ると。でもフェイクとあんま感じないぐらい雰囲気あります。ですよね、いいですよね。モニターの下に暖炉つけちゃった人にはマジでおすすめです。そんな人いないんです。ちょっと仕様を変えたんですよ。はい。マイブームティファニーブルー。ティファニーブルーハマっちゃって。これがティファニー。これ商品ですか？はい。でこの一見すると、はい、ティファニーかのような椅子。これは違うんですね。これはまあノーブランド。これを買ったってことですか？でもなんか普通にかっこよくないですか？ベロアっぽい。ベロアっぽい生地で、これもね、でもマジでね、楽天で買ってるんだけどね。これしかも1月1日から3日全品5%オフクーポンだったんですなんか得した気持ちになるっていう。これどこのこの椅子かわいいとかなったら、これティファニーみたいな感じ出してますけどみたいな、ティファニーみたいな、そんな感じあとそうだ、マウスウォッシュ変えたんですよ。前しばらく8年ぐらい同じマウスウォッシュの入れ物使って詰め替えて使ってたじゃないですか。やってましたね。パッケージが好きなんで。変えちゃったんですか？ついに変わったっていう。めっちゃシンプルじゃない？これはもうほんと完全なるパケ買いです。俺の好みすぎるこのマウスウォッシュ。ここら辺も全部違いますね、前来た時と。そうですね。この左右対称、それはまあ譲らないだけは残ってるけど、あれなんかちょっと一個気づいたこと言ってもいいですか？なんですか？これなんか左右対称っていう話だったじゃないですか。はい。確かになんか一個逆じゃないですか。これだ、こうだね。よく気づきましたね。だからなんか居心地悪かったんだ。元気出ねえなと思ったんですよ。ここ入った瞬間に。気づいてなかったでしょ。いやでも心なしか元気なかった。だからだ。入れ替えしたからだ。うわ。逆になってた。うわだからだ。ここもちょっと曲がってるしね。こっちもちょっと曲がってるね。細かいですね。あとは、俺タイタニックめっちゃ好きじゃないですか。タイタニックの映画で使われてた、ロープ、サウサンプトンの港で船をつなぐロープとして使われてたものを買ったんですよ、オークションでね。でそれをしまうアクリルのケース、2階にあるんで、これはちょっとまた次回紹介します。なんですかこれ？ユニフォームもコレクティングしてるんですか？今ね、そうですね。これはまたいつか。これ次回見せます。詳しくやりますよ。こちらですね。どこですか？これ。あ、これですか。これをしまっておくやつ。これがそうなんですね。そう。マジでこれ開けるとタイタニックのサウサンプトンの港の匂いする。ガチ。いいですか今。めっちゃすごくないこの香り。しかもほらなんかロープのこの船の本当現場の匂いですね。現場の匂いしません？はい。この
ちょうどぴったりに入る。ぴったりにしまえるっていう、これを発注して。これなんでトイレなの？なんだろう、なんか特に意味はないですね。これなんて書いてあるんですか？これは、タイタニックスクリーンユーズドロープリトラリわかりません。ダイレクトリーフロムフィルムサイト。だからバジャスタジオス。難しい単語が入ってる。俺最近この格好してるじゃないですか。これなんか気づかないですか？誰のファッションかわかります？いやちょっとわかんない。年明けに、ロッキーを見てたんですよ。ロッキーのそれなんかだいぶ昔見てませんでした？見てたけど毎年年始に見るんですよ、俺のルーティンで。このちょっと薄水色、これ見て、うわこれでトレーニングして、これだ、カラーバリエーション33、これの水色買っちゃったんですよ。これが実際のタオルとかではないけど、まあ似せるためにってこと。これね、ロッキータオルね。実家帰った時、このタオル首に巻いてロッキーファッションで帰ったらカノンとかね、なんでこいつタオル巻いてるのみたいな目で見られてたっていうツッコミすらされなかった。またなんかにハマってるわ、またなんかこいつハマってるわね、すぐ影響されるなみたいな。あと面白いの言ったら、俺今大阪の自宅なんですけど、ベッカム博物館作ってて。ベッカムの博物館。ベッカムってベッカムですか？ベッカム。たまたまベッカムのインスタ見てたらやっぱねかっこいいのよ。その博物館に飾るように、例えばこの本、ベッカムの本、こういうのも買えるっていう、本も買えるから。これは日本語なんですか？これはもう本当表紙目当てで買ったから開いてすらない。カッコつけるだけ。カッコつけるだけ。ナイキがね最近ね復刻作ってくれるんですよ、俺の青春時代のスパイクとかを。これはマジで超青春だな。マジで超懐かしい。これも最高に懐かしいな。トータル90。これは本当に俺たちの青春ですね。もう30代前半のサッカー少年やったら絶対に1回は見たことあるから。僕らの世代でサッカーやってる人は絶対してこのスパイク知らないやつによがだなっていう。これを見るとなんかもう本当小学6年生ぐらいだったんですけど、青春が蘇ってくる。実際その親に買ってもらったりしてたんですか？いやこれは欲しかったけど、そんなに別に裕福な家庭でもなかったんで、友達が履いてるのがいて、いいなみたいな。買ってもらえなかった。スパイク1個までだったんで、僕違うの履いてたんで、いやマジでこれずっと見てられるな。かわいい。どこがポイントなんですか？いやなんだろう、思い出エフェクトかかってるからな。これをもう思い出すだけで必死にプロを目指していた純粋な自分を昔は純粋だったから。でも使うように買ってるんですもんね。使うように買ってるんだけど、なんか鑑賞用になっちゃってる。可愛すぎてなんか履けるかな、こんだけ。視聴者でサッカーやってたらもうめっちゃ絶対わかる。てか俺と同世代やったらマジでこのスパイク見たことないやついないです。今共感がすごい。共感すごいと思う。多分マジで俺と同じこのリアクションすると思う。本当に可愛いでしょ。何なんですかその枕みたいにする。可愛いんですよ。他どうですか？あとはお香ね。お香みたいな。なんかこの間なんか政治みたいな書いてなかったでした。政治やめましたね。お清めの効果あるんですよ。でも今めっちゃ煙出るんですよ、こうやって。これお清めのやつ。もう一回めちゃくちゃ出るじゃないですか。いやもう怖すぎて。大丈夫これ？火災警報器になるぐらい煙でしたから怖いなと思って。やめたんですか？やめた。これはどういう時に使うんですか？瞑想とかにも使ってますよ。瞑想に。そうだからジムにも同じセットがある。去年の年末だ、12月28。めっちゃね。なんかめっちゃ買ってません？めっちゃ買ってる。パッケージおしゃれなんだよな、なんか。3セットいります？年末だし、気が大きくなったんじゃない。しかも28って多分俺締め日の日だ。だから今日はもう仕事納めだと思って多分財布の紐が緩んでしまって3セット買っちゃった。なるほどね。いろいろ紹介してもらいましたけど、夕方になって。でもだいぶもう本当夕焼けが綺麗。今日いい日ですよ。毎回言ってるけど楽天カードが人生で初めて作ったカードで、もうね感謝してもしきれないぐらいねお世話になってるから、
僕はブラックカード使ってるんですけど、はい、なんと僕も最近知ったんですけど、このカラーバリエーション27色、すごくない？マジで俺これすごいと思うわ。カラフルなものを見ると幸せにならないですか？二次的な感じです。いやなんかね、この色とかめっちゃ可愛くないですか？これ欲しいもん。ブルー、あとまあグリーンもね、俺ちょいちょいグリーンも好きなの知ってました？まあ深い系のこのなんかモスグリーンっていうのかな、これもいいな。ずっと見てられるような、なんかこれはブラックカードじゃなくて通常のカードで好きなカラーを選べるっていう、あと普通に当たり前だけどポイントめっちゃ貯まるからね、100円で1ポイント貯まるっていう。何使ってます今？楽天カード？いや僕他社のやつ使ってます。もう絶対ね1枚作っておいた方がいいと思いますよ。無料のカードでも100円1ポイントだとちょっと欲しくなります。でしょ？しかも年会無料だからすごいっすよね。18歳以上だったら、まあ、一応誰でも申し込めるっていう、学生さんとかで。まあ、審査は当然あるけど、審査はもちろんありますけど、だからホストの子たちでも本当楽天カード、めちゃくちゃいいぞってマジで毎回言ってる。言ってるんですね。これ今から新規入会した場合って何か特典あるんですか？5000ポイントもらえるんですよ。この撮影の前にポイント残しておいてくださいよって言われたら、なんか金暴落した時に買いだと思って7万ポイントぐらい使っちゃったんだよな。証券口座でも使えるし、まあ、普通にね買い物でも使えるし。ロマンさんの証券口座も楽天なんですか？楽天証券、楽天経済圏の経済圏取り込まれてるな。俺の金は楽天でこうぐるぐる回ってるんですよ。これ実際入会の手続きとかめんどくさくないんですか？結構ね簡単で、これ教えますよ僕が。もう楽天口座何でも聞いて。楽天会員のこのアドレスだったりとかをまあ入れると、これは普通の楽天市場で買い物してる時とかと変わらないんで、会員の方はまあそんなに難しくないかなと。でその後に個人情報を入れなきゃいけない、名前だったり氏名、年齢、生年月日、住所だったりとかを入れていくと、まあ、その銀行の引き落としの指定の口座だったりとか、支払いの仕方とかを選んでもらって終わり。あとはもう申し込むボタンをタップするだけっていう。4ステップぐらい。もう5分あれば 100% できるなって感じですね。そんなレベルなんですね。そう楽天のカードのアプリめっちゃ使いやすくて、まあ、当たり前なんですけど、こう使った時に通知が来るわけですよ。だから最悪不正利用されてもすぐ気づけるっていう、まあ、セキュリティの面で安心。マジで一番使いやすかった俺が使ってきたカードのアプリの中で。ベタ褒めです。ベタ褒めローランドがここまで言うんだったら楽天から作ってみようかなみたいな、思ってくださった方は、概要欄の方から URL ね貼り付けてありますんで、だから知らない URL から行かないでください。俺のやつから踏んで、なんか楽天に貢献したって思われたいし、思われたいです、思われたいからぜひクリックして概要欄から、カードをね作ってみてください。いつかアメトーークで楽天カード芸人で出たいわ